皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日のテーマは温泉です。皆さんは日本の温泉に行ったことがありますか？寒い日に暖かい温泉に入ると体も心もポカポカになります。とっても気持ちいいです。前の動画に温泉について知りたいというコメントをくれた人がいたので、今日は温泉の楽しみ方やマナーなどについて話したいと思います。今日は1、温泉って何？ 2、おすすめの温泉地。3、温泉の入り方、マナー。4、温泉の楽しみ方。という順番で温泉について紹介していきます。今日のポッドキャストを聞いたら、ぜひ日本の温泉旅行の計画を考えてみてください。N5 から N4 ぐらいの言葉と文法をいろいろ使って話すので、ぜひ最後まで聞いて練習してもらえたら嬉しいです。ジャパミニ。それではまず温泉について知りましょう。温泉は地面の下から出てくる温かい水のことです。日本は火山が多い国なので、温泉もたくさんあります。全国に3000以上の温泉地があるそうです。温泉に入ると体の疲れが取れてリラックスできます。日本人にとって温泉は癒しの場所なんです。冬の寒い時に温泉に入るのはもちろん気持ちいいと思います。でも春や夏、寒くない時でも温泉に入って汗を流すのはとっても気持ちいいですよ。温泉はどんな季節でも楽しめると思います。それでは次に私のおすすめの温泉地を紹介します。日本の温泉の中でとっても有名なのは群馬県の草津温泉です。とても伝統的な温泉で、いつも観光客でいっぱいだそうです。ちなみに、群馬県には四万温泉もあって、ここはジブリの映画、千と千尋の神隠しのモデルになったそうです。千と千尋の神隠しが好きな人は、この温泉に行ってみたら面白いかもしれませんね。また、神奈川県の箱根温泉も有名です。この温泉は東京から近いので、東京を旅行する人にとって行きやすい場所だと思います。それから私は去年、大分県の別府温泉と湯布院温泉に行きました。特に別府には赤や青のお湯が出る地獄巡りという観光スポットがあります。この地獄巡りは他の温泉ではあまり経験できないのでおすすめだと思います。それから石川県の和倉温泉にも行ったことがあります。ここの温泉は海から湧き出ているのでとても珍しいです。1200年の歴史があるそうです。
海を見ながら温泉に入って美味しい魚料理が食べられて最高でした。他にも珍しくて面白い温泉に入ってみたい人には、鹿児島県の砂むし温泉がおすすめです。砂むし温泉は普通の温泉とちょっと違います。海のビーチで温かい砂の中に入ります。お湯じゃなくて温かい砂の中に入るんです。特別な温泉体験になると思います。砂むし温泉に入ってみたいなら、鹿児島の指宿という町が有名なので、ぜひ行ってみてください。海の景色も綺麗で、鹿児島料理も美味しくて、いい旅行先ですよ。それでは次に、温泉の入り方やマナーについて紹介したいと思います。まず、温泉では水着を着ません。温泉はプールではありません。日本の温泉はみんな裸で入ります。最初はびっくりするかもしれませんが、日本ではこれが普通です。もし知らない人と一緒に温泉に入るのが恥ずかしいときは、プライベートの温泉に行きましょう。貸し切り風呂や家族風呂、風呂がついている旅館の部屋を選んでみてください。または、時々プールのように水着を着て入れる温泉もあるそうです。このような温泉なら一人で、または家族や友達と一緒に入ることができるから安心ですね。それから、温泉に入る前に体を洗ってください。温泉はみんなで使う場所です。お湯に入る前にシャワーで体をきれいにしましょう。石鹸やシャンプーを使ってよく洗ってからお湯に入ります。時々このルールを知らなくて体を洗う前に温泉のお湯に入ってしまう人がいます。これはマナーが悪くて他の人にとって嫌なことかもしれません。だから、シャワーで体を洗ってからお湯に入るようにしてください。そして、タオルの使い方にも気をつけてください。タオルはお湯の中に入れてはいけません。お湯に入るとき、タオルは頭の上に乗せたり、バスタブの外に置いたりします。これは日本ではとても大事なマナーです。タオルと同じように髪の毛もお湯の中に入れないようにしてください。髪が長い人はゴムでまとめてお湯の中につけないようにします。なぜなら髪の毛にはシャンプーや油がついていることがあってお湯が汚くなるかもしれないからです。とにかくタオルや髪の毛、他のものもお湯の中に入れないようにしましょう。自分の体だけお湯の中に入れても大丈夫です。それから、最近温泉の写真や動画を撮りたくて、スマホやカメラを持っていく人がいるそうです。これはとても危ないと思います。みんな裸なので
プライバシーを守るのが大切です。だから、スマホやカメラを持っていかないでください。温泉の中で写真を撮らないでください。温泉の中でスマホのゲームをしたり、SNS を見たりするのもやめてください。最後にタトゥーについて話します。タトゥーがある人は温泉に入れないことがあります。日本の昔からの文化です。最近はタトゥー OK、タトゥーフレンドリー、カバーシールをつけたら OK という温泉もあるそうです。このような温泉はまだ少ないと思いますが、タトゥーがある人は温泉に行く前にホームページなどで確認しましょう。それでは最後に温泉の楽しみ方を紹介したいと思います。温泉の楽しみはお湯に入るだけではありません。例えば、露天風呂、サウナ、岩盤浴などいろいろな種類があります。特に日本では最近サウナがとっても人気になってきました。また、温泉の後にも楽しみがあります。それは飲み物です。温泉の後に牛乳を飲むのが人気です。温泉に行くとよく牛乳の自動販売機があると思います。普通の牛乳、コーヒー牛乳、フルーツ牛乳などがあって、温泉の後に飲むととっても美味しいんです。でも、自動販売機でクレジットカードが使えないことも多いので、キャッシュを持っておくのがおすすめです。また、温泉の旅館に泊まると、和食の晩ご飯や朝ごはんも楽しめます。ご飯の前や後に浴衣を着て、旅館の近くを散歩するのもいいと思います。このように、温泉に入るだけじゃなく、温泉の前や後にも楽しみがありますよ。以上、おすすめの温泉やマナー、温泉の楽しみ方などを紹介しました。私もこの冬に温泉に行きたいと思っていますが、まだ計画していません。でも、今日のポッドキャストを作っていたら、温泉にすごく行きたくなってきました。関西に住んでいるので、兵庫県の有馬温泉や城崎温泉なら行きやすくていいかもと思っています。最近すごく寒くなってきたので、温泉に入って心も体も温まりたいな。ジャパミニ。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日は日本の温泉についてお話ししました。今日の話はどうでしたか？皆さんのお役に立ちそうですか？他に温泉について知りたいことがあったら、コメントでリクエストしてくださいね。もちろん、他のトピックの提案もウェルカムです。皆さんと一緒にジャパ耳を作っていきたいです。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。